ムービング。今回はですね、歴代ジョーカー勝手にランキングということで、今までですね、実写版のジョーカー、いろんなジョーカーいるんですけども、特にね、これジョーカーっていうキャラクターは史上最強のヴィランって言われていて、アメコミ史上の中でも最高に人気が高い悪役なんですよ。そのジョーカーをですね、私、ナスオ館長がですね、勝手にランキングをしていきたいということで、そもそもジョーカーってなんやねんっていうところから、歴代のジョーカーをですね、これ時代時代を象徴したような存在になっているというところまで、詳しく解説しながら、歴代のジョーカーを勝手にランキングしていきたいというのが今回の回になっております。ということで、ナスオ館長のムービームービングやっていきましょう。スタート。はい、始まりました。ナスオ館長のムービームービング。この番組は、ムービーがムービングするということで、映画が動き出す瞬間を皆さんにプレゼントしたいという番組になっております。今回の企画は、歴代ジョーカー勝手にランキングということで、勝手にですね、今までのジョーカーをランキングしていきたいという企画になっております。で、それでですね、このコミック版のジョーカーですね、1940年に現れたバットマンのコミックの中でジョーカーは初登場するんですね。それからですね、もう半世紀ぐらいジョーカーの歴史がありまして、その時代時代のジョーカーというのがいるわけですね。で、その時代もね、この半世紀の中ですごく変わってるんですよ。その変化していってる時代を表すようなキャラクターでもあるというところ、これが一つのポイントになってまして、もう一つは、これジョーカーってそもそも何なんだというところですね。そこにね、まず大きな影響を与えたバットマンキリングジョークっていうコミックがあるんですけども、そのコミックをまず紹介させてもらって、でジョーカーってそもそもなんやねんというお話させてもらって、そこからですね、それを踏まえた上で7位から1位まで発表していきたいと思いますので、早速ですね、バットマンキリングジョークの話をやっていきたいと思います。このコミックはジョーカーがなぜジョーカーになったのかというのを初めてやった漫画なんですね。このバットマンキリングジョークという漫画を境にジョーカーのキャラクターはすごく変化していったんです。で、未だにですね、このジョーカーがなんでジョーカーになったのかっていうのいろんなね、説があるんですけども、元祖はこのバットマンキリングジョークと言われています。で、このコミックはジョーカーの誕生秘話が語られるんですけども、売れないスタンドアップコメディアンだった名もなき男が身重の妻を養ってるんですね。で、収入がないんで、切羽詰まってですね、2人組の窃盗団に誘われて、自分の前職の化学工場に窃盗に入るというところから始まるんですね。するとですね、その窃盗の実行の前日、その身重の妻がありえないような偶然で死んでしまうんですよ。その時点でもうすごく切羽詰まってるのに、そんなこと起こってしまうんですが、もうそのままその次の日に窃盗に入るのを実行すると。実行するとですね、もうすぐに見つかりましてですね、窃盗団の仲間のこの2人組っていうのはすぐにもう撃ち殺されてしまうんですよ。で、バットマンも駆けつけて追われるわけですね。名もなき男が追われるんですよ。で、この名もなき男はね、レッドフードっていう、架空の窃盗王がいてるんですけど、その窃盗王を象徴するレッドフード、赤いフードをかぶらされてて、で、そのまま逃走するんですよ。で、下水道みたいなところに飛び込んで逃げるんですね。で、そこには化学工場の廃液がいっぱい流れてるところで、そこから逃げることには成功するんですが、その廃液の中から這いずり出てくると、髪の毛が緑色になってて、肌の色が脱色されて真っ白になってて、でも唇は赤くなってるというとんでもない風貌になってまして、で、その風貌をね、自分で水面に映る自分の顔を見て笑えてくると。完全に壊れてしまったわけですね。で、奥さんを失って、仕事を失って、夢を失って、もう全てを失った男が笑えてくるというところが、このバットマンキリングジョークで出てくるジョーカーの誕生なんですけども、で、そこでですね、その後ですね、ジョーカーということで自分を名乗りまして、犯罪活動をしてバットマンと対決するというところまでこのコミック描かれるんですけども、結局ですね、バットマンと戦って
バットマンと最後仲直りするんですよ。バットマンにね、手を貸してもらって手をこう取ると。で、2人でその闇の中に消えると。で、ジョーカーの笑い声だけがただずっと響いてると。それが途中で途絶えるというところで、このコミック終わるんですよ。それには諸説ありまして、この笑い声が途切れたというところは、バットマンがジョーカーを殺したのか、それか仲直りしてこの笑う必要がなくなってまともな人間の心を取り戻ったのかというところが、今でもこれは議論が交わされてるわけですよ。っていうのも、どういうことを描いてるかというと、最悪な一日というのがキーワードになってまして、ジョーカーは奥さん、身重の奥さんが偶然死んでしまったという最悪な一日をきっかけにして狂気の世界に入ってるわけです。バットマンっていうのはお父さんとお母さんを子供の時に殺されてしまって、強盗に殺されてしまったことをきっかけにこの町に対しての復讐というか、この町を良くしないとっていう大義名分でバットマンとかしてですね、この町の中で暗躍して悪い奴らを捕まえて倒してるわけですよ。それもある意味狂気であると。なんかバットマンとジョーカーっていうのは路線が違うんですけど同じような存在だということをこのバットマンキリングジョークっていうのがやったわけですね。これが、バットマンキリングジョーク、これがきっかけでこのジョーカー像っていうのはどんどん変化していくんですよ。だから、昔のジョーカーと今のジョーカーは全くキャラクターが違うっていうのは、このバットマンキリングジョークっていうこのコミックがきっかけになってるわけですね。そしてですね、もう一つポイントがありまして、ジョーカーには2種類あるということで冒頭に話しましたけども、コミック版のジョーカー、1940年に登場したこのコミック版のジョーカー、バットマンシャープ1っていう漫画なんですけど、これでですね、1話で死ぬ予定だったのが編集さんが介入してなんとか生きながらえることができたというところから始まってまして、でこの時のジョーカーっていうのは自分の歪んだユーモアを持っているなんかサイコパス的な泥棒なんですけども、1950年代に入ってこれコミックのねコミック、倫理規定委員会というのができましてですね、まともなコミック出していこうよという流れになります。でその中でですね、人を殺すこともなくいたずらだけしてきて撃退されるだけのただのいたずら小僧みたいになっちゃうんですよ。でこっちの路線が今でも生きてて、いたずら泥棒のイメージのユーモアを持ってるいたずら泥棒っていう路線のジョーカー、これが一つジョーカーの大きな路線としてあるんですね。もう一つの大きな路線というのはこのバットマンキリングジョーク以降のジョーカー、このキリングジョークが発表されて以来のジョーカーは以降のジョーカーはだんだん暗く重いキャラクターになっていくんですよ。でちょうどねこの頃っていうのは長期化しているベトナム戦争が原因でアメリカ中が混沌としている時代なんですね。でこの人の心の闇を表すような人の心のね闇の部分をこうドリップして抽出したような存在にこうジョーカーというのになっていくというのが、今に続くまでのジョーカーの流れになってるんですね。でこれが後の、ダークナイトのヒース・レジャーがやってるジョーカーだったりとかホアキン・フェニックスがやってた、ジョーカーだったりするわけですね。でこの特徴っていうのはキリングジョーク以降のジョーカーっていうのは普通の人だったのに何かの最悪なきっかけでジョーカーになってしまった男としてのジョーカーっていうのが、大きなポイントになっていて、闇の底の部分の存在なんで人間の本質的なところをついてくるっていうのも特徴の一つになっているということで、ジョーカーっていうのは2種類ありまして、いたずら泥棒のジョーカーでキリングジョーク以降の人間の闇を体現したようなジョーカー、この2つの路線があるということを踏まえた上で早速ですねジョーカーの勝手にランキング進めていきたいと思います。歴代ジョーカー勝手にランキング第7位は可愛さ全開の癒し系ジョーカーシーザー・ロベロ版のジョーカーでございます。こちらでございます。こちらが第7位ですね。もうね可愛いんですよ。このジョーカー可愛くて一番可愛いんで、可愛さジョーカーランキングを作るんだったらこのジョーカーが間違いなく1位なんですけども、このシーザー・ロメロ版のジョーカーっていうのがあります。見てる人は少ないと思います。こちらですね、
1966年版のバットマン、邦題はですね、日本で公開されたのは怪鳥人間バットマンという名前で公開されてました、ドラマになってまして、これコメディドラマなんですね。で、殺人描写が一切なくて、でコミック版のこのランチキ騒ぎみたいなのを完全に再現したコメディのバットマンになってます。でこのね、中肉中背のタイツ姿の男、このバットマンですねがですね、この安っぽいんですよ。すっごく安っぽくて、で足がねすごく綺麗なね、こう相棒ロビンと一緒に戦うっていう話なんですけど、ここにですね、このシーザー・ロメロの演じてるジョーカーがいたずらしに来ると。で悪いことするんですけども、人は殺しません。この人はいいジョーカーです。でそれをこの中肉中背のバットマンと足が綺麗なロビンが倒すっていうのを毎回毎回やっていくというところで、先ほど言ったコミック倫理規制委員会というのがあった時代に、もうコミックでそういう人殺したりとかそういうのやめようよと、いい漫画出していこうよっていう流れをこれもろに受けてしまったバットマンなんですね。でですね、気が狂ったこう奇抜なピエロのおっさんと見れば、もうこれはねすごく可愛いジョーカーになってるということで、可愛さ最高の、可愛さ全開癒し系のジョーカーということで、第7位はシーザー・ロメロ版のジョーカーでした。では、第6位に行きましょう。第6位はジョーカーへの過程が見れる、ジョーカーへと変化していくことを楽しむジョーカー、キャメロン・モナハン版のジョーカーを第6位にしたいと思います。このね、キャメロン・モナハン版のジョーカーというのはですね、2017年から19年までに放送されていたドラマですね。これも海外ドラマなんですけど、ゴッサムっていうドラマがありまして、これネットフリックスでも見れるんですけど、こちらに出てくるキャメロン・モナハンが演じているジョーカー、こちらがですね第6位になっております。でこのドラマはですね、バットマンに出てくるゴードン警部っていうのがいてるんですけど、その警察のゴードン警部の若い時が舞台になっていて、ということはバットマンになる前のブルース・ウェインが見れるんですね。子供の時のブルース・ウェインがお父さんとお母さんを強盗に殺されてしまったことをきっかけにバットマンになっていくんですけど、ブルース・ウェインがまだ子供の時からこのドラマは始まっていくと。で結構長い年月を使っていって、このバットマンの前の時代を描いたドラマになってるんですね。でそこに出てくるこの、キャメロン・モナハンが演じているジョーカー、こちらはですねジェロームっていう男の子なんですよ。ジェロームっていう男の子なんですけど、心にねすごく闇を抱えた青年として初め登場してまして、シリーズを追っていくことにこいつがジョーカーなんじゃないかということがだんだん深まっていって、見事にジョーカーへと変貌していく様が見れるというところが最大の見どころになってます。ビジュアルはですね綺麗な顔してるお兄さんなんですけども、初めはですねちょっと心に闇を抱えててちょっと切れたりする綺麗なお兄さんだったんですけど、だんだんですね口が裂けます。口が裂けて、次だんだんね変化していって、出てきたらハゲて緑の髪の毛で目ん玉ギョロギョロで、顔真っ白のめっちゃ怖いジョーカーになってると。でこのジョーカーは今まで出てきたジョーカーの中でも怖さという点においてはナンバーワンかなというほど、もう見るにも恐ろしいジョーカーの見た目をしていますというところも面白いところで、このジョーカーはこう笑いと狂気っていうのをゴッサムシティ全体に感染させるっていうのがこのジョーカーのゴッサムのこのジョーカーの目的になってるんですね。で綺麗な顔をしたこのジョーカーがねだんだんね変化していくっていうところで見どころあるんですけども、ちゃんとねこうジョーカーとしての歴史を踏まえたジョーカーでも実はあるんですよ。っていうのもヒース・レジャー版のジョーカーに笑い声を似せてると。ダークナイトのジョーカーに笑い声を似せてて、銃の持ち方はジャック・ニコルソンに似てると言われてまして、この、ジェローム君がジョーカーに変化していくという中でだんだんそれが出てくるんですね。それがこの、ゴッサムっていうのはシーズン5まであるんですけど、5をかけてやっていくところが見どころになっているので、このね長いスパンでの頑張りというところで、第6位キャメロン・モナハン版のジョーカーにさせていただきました。はい、第5位の発表に行きたいんですけども、皆さんの中でもね
推しジョーカーいてると思うんで、どこにランクインしてるのかちょっと予想しながら見ていただきたいんですけども、第5位の発表をしていきたいと思います。第5位はですね、サイコパス、イケイケお兄ちゃん系のかっこよさ重視ジョーカー。これはジャレット・レト版ジョーカーになります。これが第5位になっております。こちらはですね、2006年公開のスーサイドスクワットに登場したジャレット・レトが演じているジョーカー。これが5位にランクインですね。で、これは役作りがすごいということで、ジャレット・レトにはね、実は定評がありまして、このジョーカーを演じればどうなるのかというところで、ビジュアルは皆さん知っての通りなんですけども、ジョーカーの役作り秘話が実はあります。の前に、こちらですね、ジャレット・レトの役作り集なんですけど、ジャレット・レトのこの役作りっていうのはすごくてですね、まずですね、アメリカン・サイコっていう映画に出た時、もうサイコパスな殺人をしてしまう、まあでも殺人を結局してたかどうかは話を見ていくと分からなくなってくるっていうすごい映画なんですけど、こんな役をやってたりとか、あとダラスバイヤーズクラブでお姉さんになってたりとか、綺麗な顔だったり、ハゲたりとか、太ったり痩せたりとか、すごいね役作りに定評があるというジャレット・レトさんなんですけども、今回のスーサイドスクワットの撮影現場ですごいね役作りで有名なエピソードがあります。これはですね、プレゼント攻撃っていうのがあるんですね。で、ジャレット・レトさんは自分がジョーカーになるためにジョーカーっぽいプレゼントを出演者のみんなに配ったんですよ。で、当時の出演者っていうのはウィル・スミスも出てたりとかで、ハーレー・クイーンの役をマーゴット・ロビーがやってたりとか、今ではもう有名な俳優さんいっぱい出てたんですけど、その人たちにプレゼントをしたんですね。どんなプレゼントをしたのかと言いますと、これがすごくてですね、一つはジョーカーになりきったビデオメッセージ。これはね、わかりますよね。まだ可愛いもんですね。で、あともう一つ、ネズミをプレゼントしたい。あとは、銃弾で豚の死骸、お尻の穴に入れるおもちゃ、使用済みの、コンドーム、ベタベタがついたエロ本、ラブレターなどを、出演者にプレゼントしたということで、出演者がですね、びっくりしていたと。で、それでですね、豚の死骸がプレゼントされたビオラ・デイビスさんっていう女性は、コメントしてるんですけど、頭がおかしいと思ったけど、逆に緊張感が出てきてよかったとかって言って、ポジティブなコメントをしてるんですけど、絶対に嫌だったと思うんですよね、豚の死骸を送られてね。それをもうジャレット・レト本人はどう言ってるのかというと、プレッシャーを感じていたということでコメントしてまして、プレッシャー感じていた撮影にしてはね、ジャレット・レトとしてはこのスーサイド・スクワットってキャリアの中で初めての大作映画に出演するっていうことになってたんですよ。ですごくプレッシャー感じてたっていろんなところで言ってるんですけど、プレッシャー感じてる割にはなんかね、ベトベトのついたエロ本とかをね、出演者に送ってしまえるぐらい狂ってる人なんですよ。だからこれジョーカーを演じる前のこの俳優そのものがジョーカーに一番近いのは実はジャレット・レトかもしれないということで第5位に挙げさせていただきました。続いてですね、第4位いきたいと思います。第4位は不気味さマックス、さすがのジャック・ニコルソン版のジョーカー、こちらを4位にしたいと思います。このね、ジャック・ニコルソン版のジョーカーのね、この顔がいいんですよね。で、これはですね、1989年に公開された映画バットマン、ティム・バートンが監督したバットマンですね。こちらでジャック・ニコルソンが演じたジョーカーが今回第4位にさせていただきました。狂気を体現するようなこの存在としてジャック・ニコルソンの右に出る者はいないということを僕思ってまして、シャイニングね、スタンリー・キューブリックのこの有名なシャイニングに出た時なんかはね、もういろんなね、怖い表情を見せてもらいまして、笑える顔もできるし、怖い顔もできるし、喜怒哀楽っていう言葉では表現できないぐらいの顔の表情のパターンを持ってる人なんですね。これがね、ジョーカーやるとどうなるかというとですね、さっきに言ったキャメロン・モナハン版のドラマゴッサムに出てるジョーカーは特殊メイクで口をこう避けてね、やってたんですけど、もうジャック・ニコルソンほどになると、もうね、生の顔でもう口させれるっていうところでなってまして、ここのところ、この本当にね、表情がね、見どころになってますと。
で、ジャック・ニコルソンがこの演じてるジョーカーっていうのは、初めに申し上げたコメディ路線のいたずら泥棒系のジョーカーの路線を、作ってるんですね。なので、バットマンと対等なコミュニケーションをせずに、一方的にユーモアを押し付けまくるようなジョーカーになっていて、もうジャック・ニコルソンのね、このね、持ち味全開のジョーカーになっているというところなんですけど、一つ秘話がありまして、後にですね、クリストファー・ノーランが監督したダークナイトでヒース・レジャーがジョーカーを演じるとなった時に、ヒース・レジャーに対してこのジョーカー先輩のジャック・ニコルソンがアドバイスしたと言われてまして、あまりジョーカーの役には危険だからはまり込むなとアドバイスしていたと言われてます。なんですけども、役にのめり込むタイプのヒース・レジャーはですね、不眠症になりながらジョーカーの役作りをしていったという逸話もありまして、表でも裏でもですね、このジョーカーの系譜っていうのはこう脈々と受け継がれていたというところも分かっているということで、ちょっと古い目の1989年に登場したジャック・ニコルソン版のジョーカーが今回第4位になります。ということで、次回、次ですね、第3位の発表いきたいと思います。第3位は、世の中の闇を最高純度に抽出したそのできた結晶のようなジョーカー、ホアキン・フェニックス版のジョーカーを第3位にしたいと思います。こちらはですね、2019年のトッド・フィリップスが監督したジョーカーですね。で、ジョーカーという映画のジョーカーですね。で、ホアキン・フェニックスが演じた、アーサー・フレックという、売れないコメディアンがジョーカーに変化していくというところを今回のこの映画でやったというところで、ホアキン・フェニックスといえば他の映画で見てもですね、すごくね、演技の幅ができる人なんですよ。こちらですね、ゴールデンリバーの時の、ホアキン・フェニックス。で、ザ・マスターの時のホアキン・フェニックス。で、ドント・ウォーリーの時のホアキン・フェニックス、ビューティフル・デイのホアキン・フェニックスってことなんですけど、いろんな役できるんですよ。西部劇もできるし、新興宗教にはまる男もできるし、ちょっと障害を抱えた明るい役もできたら、ハンマーで人殺しまくるっていう役もできるというところで、このホアキン・フェニックスがジョーカーになるとどうなるのかというところになってまして、このホアキン・フェニックスが演じたジョーカーっていうのは、バットマン・キリング・ジョークのジョーカーを思いっきり影響を受けてるんですね。で、緊張すると発作的に笑ってしまうという、病気を抱えた売れないコメディアンだった、アーサー・フレックが、尊敬する一流のコメディアンですね。マレーっていうコメディアンに憧れてるんですよ。で、このマレーっていうのを演じてるのはロバート・デ・ニーロだったんですけども、そういう風になりたいということでもがくんですけども、次々に不幸が起こって厳しい現実を突きつけられてジョーカーになってしまうというのが、今回のジョーカー、この2019年のジョーカーに出てくるホアキン・フェニックスのジョーカーなんですね。で、ホアキン・フェニックスはですね、この狂気をね、演出するために1日1個のリンゴだけで食事を賄ってですね、でたまに野菜の緑色の野菜食べてたらしいんですけど、基本的に1日1個のリンゴ生活というのを続けまして、なんと82キロあった体重を58キロまで落とすことに成功して、もう骨ばった、もう骨々しい体でこのジョーカーを演じてると。その見た目からしてもすごく狂気を感じるような出来になってたんですけども、これがすごいと。で、このジョーカーはマーティン・スコセッシが監督しているキング・オブ・コメディっていう映画がありまして、こちらが大きな影響を与えていると言われているんですね。で、このキング・オブ・コメディという映画は主演がロバート・デ・ニーロだったんですよ。で、全く同じように売れないコメディアンが一流のコメディアンになりたいということをずっと夢をこう描いてやっていくんですけど、全部うまくいかずにだんだんと頭おかしくなっていって、現実か虚構なのか自分が見ているのが分からなくなると。で、僕たち見ている観客も現実を見せられているのか妄想を見せられているのか判断ができないような作りになっているのがこのキング・オブ・コメディで、その作りを全く吸収したのが今回のトッド・フィリップスのジョーカーなんですね。で、ちなみにこのキング・オブ・コメディの主演をやってたのはロバート・デ・ニーロで、今回は立場が逆転して一流のコメディアンの役の方を、ロバート・デ・ニーロが演じているというところからも、思いっきりキング・オブ・コメディを意識してますということでトッド・フィリップス本人も言ってました。
そこがね、大きな見どころかなと。もう一つはですね、現在ね、ジョーカー2を制作中なんですよ。でこちらについてはね、また後で触れたいんですけども、ジョーカー2も楽しみにしていきたいということで、第3位はホアキン・フェニックス版のジョーカーでした。では、第2位いきましょう。はい。第1位に近づいてまいりました。第2位の発表いきたいと思います。第2位は、ジョーカーを演じて、ジョーカーに食われてしまった悲劇のジョーカー。ヒース・レジャー版のジョーカーを第2位ということでさせていただきたいと思います。めちゃめちゃ人気のジョーカーですね。で、2008年公開のクリストファー・ノーラン監督が作ったダークナイトに登場したジョーカー、ヒース・レジャーが演じたジョーカーが第2位にランクインということで、ヒース・レジャーはジョーカーの役作りに熱中して、今までなかったほど神経質なジョーカーの像ですね。今までのジョーカーっていうのはコメディで、どっちかというとメンタルが結構強めで、バットマンが普通にコミュニケーション主義でもユーモアで返すとか、そういうようなジョーカーだったんですけども、今回のヒース・レジャーがやってるジョーカーっていうのは非常に神経質なイメージのジョーカー。これがすごく良かったんですね。で、このヒース・レジャーはダークナイトの撮影後ですね、完成を待たずして28歳の若さで亡くなってしまったんですね。で、死因はですね、処方された睡眠薬の過剰摂取というふうに、言われてるんですけども、いろんな諸説があるというところになってます。でですね、彼はですね、アガリ賞なんですよね。で、アガリ賞でですね、主演男優賞にノミネートされたブロークバックマウンテンっていう映画があるんですけども、このね、ジェイク・ギレンホールと出てるブロークバックマウンテンっていう映画、アンリー監督だったと思うんですけど、このノミネートされた時のスピーチで、上がり症なんで腰に手を当てて、ちょっとなんかヘラヘラしながら喋ったんですよ。だからその上がり症の人ってそうなるじゃないですか。で、それをね、誤解されて、このブロークバックマウンテンで描いたこのゲイのことをからかってるっていう風に報じられてしまって、ものすごいショックを受けたそうなんですね。で、すごく傷ついてて、で、そっからこのいろんな役をやったんですけど、このダークナイトっていうのはすごく超大作なんで、この超大作のジョーカーという特に人気の高いキャラクターを演じるということで、これをなんとか成功させてやっていきたいという意気込みがそもそも彼にはあったんです。で、彼はジョーカーの役作りのために、ジョーカーノートって言われている一冊のノートを作ったんですね。で、それを自室にずっとこもって不眠症に悩みながら1日2時間しか眠れないと言ってたんですけど、1日2時間睡眠の不眠症の中でずっとこのノートにジョーカーの役作りをずっとこう書きながらやっていったと。で、特にこのヒース・レジャー版のジョーカーっていうのは自分でこのジョーカーメイクをですね、自分自身でやると。メイクさんがジョーカーをメイクするんじゃなくて、自分自身でジョーカーのメイクをやると。で、もう一つ、このジョーカーの顔って白いんですけど、その白塗りした後の手についた白い残りね、これを拭き取らずにそのまま手につけたまんまでカメラの前に行くという。だからジョーカーだ、もし自分がジョーカーだったら、こんないちいち手を拭いてもいないだろうというところ、そんな細かいところまでこの役作りしていったわけです。で、その中でですね、ノート、ジョーカーノートなんですけど、スタンリー・キューブリックが撮ってた時計仕掛けのオレンジっていう映画があるんですよ。あれもすごくね、暴力と狂気に満ちたような映画なんですけど、それを参考にして作り上げていったと言われています。で、その時計仕掛けのオレンジなどをすごく、まとめたジョーカーノートですね。これはですね、ドキュメンタリーで2017年に I am Heath Ledger というドキュメンタリー映画なんか番組なのかで、公開されてまして、で、その最後のページにバイバイと書き殴った跡があって、それが最後のページになって、ジョーカーは完成したと同時に彼は撮影が終わって旅立ってしまうという、すごいね、意味深な、亡くなり方をしてるんですけど、このね、ヒース・レジャーのジョーカーものすごい人気なんですけども、すごいね、役作りにこう力を入れて、完全に今までなかったジョーカーを作り上げて、しかも物語のテーマとしても、ダークナイトっていうのは、ジョーカー、バットマンキリングジョークっていうコミックの話の中で出てたように、ジョーカーもバットマンも同じような存在なんですね。
ある最悪な一日があって、それをきっかけに狂気の道に走ってしまった2人なんですよ。それが正気なのか狂気なのか分からなくなるっていうところが、この揺さぶりがキリングジョークのテーマでしたけど、これをダークナイトでやってるわけですね。それにおいてこのジョーカー、このバットマンよりもまともなことを言うジョーカーなんです。そういった新しいジョーカー、だからジョーカー革命を起こしたのはこのヒース・レジャー版のジョーカーだと思うので、それはね、僕も大好きなんですけども、今回第2位ということにさせていただきました。最後にですね、第1位の発表いきたいと思いますけども、どのジョーカーが第1位なのか発表していきたいと思います。はい、第1位の発表をしていきたいと思います。第1位はですね、先にですね、ビジュアルを見ていただきたいと思うんですけども、こちらですね。これはマット・リーブス監督が撮った2022年公開のザ・バットマン、ロバート・パティンソンが主演のバットマンですね。こちらで未公開シーンが実はラストにあったんですよ。で、この映画が公開された3月の同じ月に未公開のラストシーンでカットされたシーンが YouTube などで見れるんですけども公開されました。そこで出てきたこのバットマンの肩越しに映る、ぼんやり映るこの彼ですね。彼が1位なんですよ。もうちょっと分かりやすいカットがあります。はい。この目元だけがちょっとはっきり映ってるカットなんですけども、なんと恐ろしい顔をしていることだろうということがこの目元だけでも分かるんですけども、これは誰なのかということになってまして、第1位のジョーカーの発表をしたいんですけども、今回ジョーカーランキング第1位はですね、まだ未公開のザ・バットマンの続編に登場するバリー・コーガンのジョーカーなんですよ。恐ろしい見た目なんですよ。これがもう早く見たくてですね、僕バリー・コーガンっていう俳優大好きなんで、このザ・バットマン続編のバリー・コーガンをまだ見てないのに1位にしました。ということで、はい。実はですね、マット・リーブス版のザ・バットマンはリドラーという悪役が出てきまして、そのリドラーと対決する映画なんですけど、そのリドラーをアーカムっていうところに収監することに成功しまして、そこで最後2人が会話するところで終わるんですけど、そこにですね、未公開シーンで出てきたのがこのバリー・コーガンが演じてるジョーカーが出てくる。このバリー・コーガンっていうのはですね、どんな役者なのかというところをお話しすると、こんな感じで作品出てまして、有名どころでいくとヨルゴス・ランティモス監督の聖なる鹿殺しっていう作品、こちらですね。で、最近公開されたイニシェリン島の精霊っていうところでアカデミー賞助演男優賞をノミネートしました。で、アメリカン・アニマルズっていう映画に出てて、これもまあ面白いんですけど、あと、クリストファー・ノーランのダンケルクっていう戦争映画ですね。それにも、出ているということで、どういう特徴のある俳優さんかというと、挙動がおかしいんですよね。特に僕が好きなのは、聖なる鹿殺し、ザ・セイクリッド・キリング・ディアっていうこの映画で、ヨルゴス・ランティモス監督の聖なる鹿殺しという映画で、スパゲティを食べてるだけで見ている人を震え上がらせるような演技ができる俳優なんですよ。この彼がすごいと。で、この彼ね、アイルランド出身の方なんですけど、お母さんが幼い時に薬物の過剰摂取のオーバードーズで亡くなっちゃって、そこからですね、もうほとんど孤独な状態で過ごした少年時代から、18歳頃に俳優にデビューして、そこから俳優の道に進んだという異色の人でして、もうまさにね、これジョーカーの役にもぴったりな俳優なんですよ。これがもう早く見たくて仕方がないということで、今ですね、このバリー・コーガンがザ・バットマンのオーディションを受けたオーディション風景が公開されたんですね。それがですね、去年の2022年の10月にバリー・コーガンのツイッターで公開されたんですよ。そこには、リドラー役で初め、オーディションを受けたんですけど、ジョーカー役で採用されたと。で、リドラーを意識して、オーディションを受けてるので、ピエロの格好をしてステッキを持って時計仕掛けのオレンジを意識したかつ、このバリー・コーガンの独特の挙動をオーディション風景から見ることができるんですけど、それを見て監督はですね、リドラー役にポール・ダノを採用したんですけど、ちょっと待ってくれと、ジョーカー役やってくれということで、今回のジョーカーが
決まったんですね。このバリー・コーガンが演じてるジョーカー、超楽しみなんで、これをもうまだ見てないけど、1位にさせていただきました。ということで、皆さんの推しジョーカーは何位でしたでしょうか？ジョーカーというキャラクター自体にものすごい人気があるんですけども、特にヒース・レジャーのジョーカーなんかはすごい人気あるんですけど、今回は、ジョーカーの新しい歴史をこう切り開いていくものとして、バリー・コーガン版のジョーカーが僕の中では1位なんですね。皆さんのジョーカーのランキングどんな感じですかね？またコメントで教えていただきたいと思います。で、最後ね、終わりにちょっとお話ししていきたいんですけども、これからのジョーカーの登場予定についてちょっとお話ししたいのと、あと、時代を表すジョーカー像っていうところで最後まとめたいと思います。まずですね、これからジョーカーが登場する予定のある映画ということで、これからのジョーカーの登場予定は、トッド・フィリップス版のジョーカー、ホアキン・フェニックスがやったジョーカーの続編、ジョーカー2仮っていうのが、今制作中でございまして、で、ハーレークイーンが出てくるらしいんですけど、ハーレークイーンの役をなんとレディー・ガガがやるということがリークされてます。で、レディー・ガガが実際に撮影してる現場の写真とかもどんどん今ネットに拡散されていて、これはほぼ確実ということになってまして、ジョーカー誕生までを描いたトッド・フィリップス版のジョーカーが、ジョーカーが誕生してからどうなっていくのかというところがすごく楽しみなんですね。で、実はね、トッド・フィリップス版のそのホアキン・フェニックス・ジョーカーは、ブルース・ウェインが出てくるんですけど、ブルース・ウェインがまだ幼い子供なんですよ。で、2になった時に何年後の話になるかによっては、バットマンが出てくるかもしれないというところが、僕の中ではすごく気になるところで、そこのバットマンについての情報は完全に伏せられてるんで、まだどうなるかわからないと。どんな話になるかもわからないというところが楽しみになってると。もう一つはですね、最後にお話ししたザ・バットマンの続編ですね。これはバットマン、ザ・バットマン2。だから単純な続編になるのか、もう一つは囁かれているのがコリン・ファレルが、このイニシェリン島の精霊に出てたコリン・ファレルがペンギンの役をやるスピンオフができるんじゃないかと。もう一個の説は、このバットマンが対決する宿敵のジョーカーが出てくるアーカムが舞台になってるスピンオフなんじゃないかとか、いろいろ言われてるんですけど、とにかく続編はできるということで、しかもこのバリー・コーガンのジョーカーは登場するということは確定してるみたいなので、そちらもですね、楽しみに今後していきたいなというのが、今後のジョーカー予告ですね。はい。で、最後にですね、時代を表すジョーカー像ということで、ジョーカーが誕生してから半世紀ぐらい経ってるんですけど、この時代を表すようなジョーカー像になってるっていうところがやっぱ面白いなというところで、ダークナイトのジョーカー、ヒース・レジャーのジョーカーはバットマンに対して正気なのか狂気なのかをずっと問い続けて、バットマンを追い詰めていくわけです。精神的に追い詰めていくわけですね。で、もう一つ、このダークナイトが公開されたっていう時は0年代なんですけど、0年代っていうのは2001年に 9.11 のテロが起こるんですね。そこからですね、アメリカの雰囲気、ズワーンと悪くなったんですよ。で、それをね、象徴するかのような、この2000年代の代表作として、代表する映画として、このダークナイトっていう作品よく挙げられるんですけども、それなぜかというと、このヒース・レジャーが演じたジョーカーがその時のアメリカを体現しているようなジョーカーなんですよ。この世の中は正気なのか狂気なのかというのを突きつけるようなダークナイトっていう作品だったと思ってるんですけども、一方ですね、トッド・フィリップスがやった2019年か2018年か、ジョーカー、ホアキン・フェニックスのジョーカーは、映画が始まった冒頭でカウンセラーに対して、狂っているのはこの街なのか、狂っているのは自分なのか、どっちなのかというのをカウンセリングの人に聞いて、答えは返ってこないんですけど、そこから話が始まるんですね。それはですね、この2000年代のダークナイトが象徴するような暗い雰囲気にボーンと落ちた0年代からさらに落ちた10年代を象徴しているようなジョーカーになっていると。それがちょうどね、ダークナイトから10年後に公開されて象徴的だったんですね。で、その後、ザ・バットマンなどが出てきてるわけですけども、このジョーカーっていうのはこう時代を表しているキャラクターであると僕は思ってまして、で、そのようにですね、この社会が抱える問題の象徴として、
このふざけたような狂気に満ち溢れたキャラクター設定で、この世の中に対して、問題をね、嘲笑いながら突きつけてくるような存在でこれからもあり続けるだろうということを僕は思ってまして、私たちはこのジョーカーが出てる作品を見て、こうバットマンの立場ですね、正義って何なんだということをね、これからもですね、いろんな人がバリー・コーガンもそうですけど、いろんな人がジョーカー演じながら、この世の中にね、突きつけていくというところが面白いところなんじゃないかということで、これからね、このバリー・コーガンのジョーカーも含めてですね、未来のジョーカーたちに、期待をしながらですね、これからも楽しんでいきたいと思います。ということで、今回締めたいと思います。良かったよという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。またですね、このジョーカーが1位だっていうのをね、ある方はですね、コメントいただければと思いますし、実写版のジョーカーしか僕見てないんですけど、コミック版のジョーカーのことは、これでバットマンキリングジョークっていう漫画で紹介しましたけど、それ以外もほとんど見てないんで、僕より詳しいジョーカーファンの方たち、もし間違ってることがあったら優しくご指摘くださいということで、コメントをお願いいたします。ということで、チャンネル登録もお願いします。ということで、皆さんご来場ありがとうございました。